Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは友達と例えば午後の1時に遊ぶ約束をした時に何時に来ますか？なんかちょっと聞いたことあるんですけど、1時に約束したけど2時とか3時に集まるのが普通っていう国もあるらしいですね。ちょっとそれマジですか？僕の経験では今まで一度もないし、もしそれをする人がいたらちょっと遊びたくないなと思うんですけど、皆さんはどうですか？今日は日本で1時に約束した時に何時に来ればいいのかをオノマトペと一緒に紹介したいと思います。実は日本人も1時には来ません。では今日のオノマトペをどうぞ。ぴったり、ぴったり。ぴったりは数、サイズ、時間がちょうどいい様子を表しています。さっき話しましたが、日本人と1時に約束をして1時ぴったりに行くと実は遅いんです。多くの人は5分とか10分前に着いていることが多いです。ですので12時55分とか12時50分にはもうその場所にいて、その他の人を待っている状態の人が多いと思います。さすがに電車とかバスとかは時間ぴったりに来るんですけど、例えば友達と約束した時、あと特に仕事で誰かと待ち合わせする時は絶対に遅れてはいけないので、だいたい10分前ぐらいに行くと思います。もし時間ぴったりに行ってなんかクライアントの人が待っていたら、もうそれだけでクビになっちゃうかもしれません。友達と遊ぶ時もその友達とすごく仲が良かったら大丈夫だと思うんですけど、まだ友達になったばかりとかだとなんかちょっと嫌がられると思います。あとデートの時は男性が先に行って女性を待っているのが多いと思います。特に最初の方のデートの時は結構男性は緊張しやすくて10分とか20分前に待っていることが多いです。実際僕も何分だろうな、一番長かったのは30分とか40分前に先に行ってなんかちょっと待ってましたね。でも日本ではなんか花束を持ったりとかそういうのは特にないです。ただ待ってるだけなんですけど、ちょっと早めに行って待っている。そうすることで女の子を絶対に待たせないようにするのがちょっと礼儀みたいです。海外だと男性はそうやって待っていることがあるって聞いたんですけど、めっちゃロマンチックですね。僕も挑戦したいですけど、あの花束って最初に渡したらなんかちょっと邪魔じゃないですか。だからみんなはどうしてるんですかね。ですので日本人と約束するときは特に時間ぴったりではなくて、5分前くらいにその場所にいるのがいいと思います。なんでそんなに厳しいのと思う人は前のすみませんの動画を見てください。なんで日本人がそんなに時間に厳しいのかも話しています。僕が小さい時、だいたい小学生くらいの時になんか先生によく5分前行動をしろというふうに言われていました。この5分前行動は絶対日本人が聞いたことあるフレーズです。つまり何かある時は時間ぴったりにするんじゃなくて、その5分前とかにはもうしていなさいという意味になります。でも音楽の授業の時に5分前にはその音楽室にいないといけないので、だいたい10分前ぐらいにその今いる教室を出ていかないといけないんですよ。でもこの授業と授業の間は10分間しか休みがないので、休みないじゃんという風になります。実は僕小さい頃結構悪い子供で先生のその5分前行動っていうのがすごい嫌いでした。5分前行動だよと言われていてもなんかめんどくせーと思って時間ぴったりに音楽室に行ったりしていました。である日また別の教室に僕は時間ぴったりに行ったんですよ。いつもみたいにめんどくせーと思ってそれで教室ガラガラって開けたら誰もいませんでしたあれは本当にびっくりした。窓が開いていてカーテンだけがこうひらひら揺れていて、でも教室はすごくシーンとしていて誰もいなかったので、ガラガラって開けた時に僕はなんかみたいな感じでした。僕先生の話とか聞かなくて悪い子だったんですけど、一応ちゃんと授業は全部出ていて、あとなんか1年間ちゃんと毎日授業全部出ると図書カードをもらうことができました。その図書カードがあれば500円分のなんか好きな本を買えました。ですのでそのために毎日授業頑張っていたのに、その時
やばい、図書カードもらえないというふうに思いました。でもすぐ外から声が聞こえて、なんか窓から見たらみんな外に集まっていました。その時科学の授業でみんな外で今日は集まって実験するよみたいな日だったので、たまたまみんな教室にいなかったんですけど、確かに5分前行動をしていたらすぐ気づいて外に行けたんですけど、その時授業遅れちゃいましたね。あれがすごい悔しい。でも先生優しくて別に特にペナルティとかなかったので、普通に図書カードをもらうことができました。この時小学生のひとちゃんは5分前行動大切だなという風に分かりました。ですのでジャパニーズマインドが欲しい人はこの5分前行動をしてみるといいと思います。他にもぴったりはサイズにも使えます。実は僕あと2ヶ月くらいしたら病院で実習をするんですけど、その時に必要な白衣を買いました。シュッ、こんな感じです。この白衣は誰にでも似合う白衣とインターネットに書いてあったので、僕はこれを選びました。インターネットで買ったのでサイズとかちょっと心配だったんですけど、ちゃんと肩とかあと腰のサイズにもぴったりで、結構着た時も動きやすいし、すごくサイズもぴったりで完璧だと思います。もともと僕結構ぴったりなサイズの服が好きで、筋トレとかしてるので、このぴったりなサイズの例えばこのズボンとか履いているとぴったりかちょっときつめぐらいのサイズを買うとスリムでかっこいい感じとか、あとは男らしさが出るかなと思ってこういうぴったりのサイズを選んでいます。逆にすごく緩くて大きい服をダブダブの服というんですけど、僕は女の子がそういう服を着ているとなんかちょっとセクシーだなとかちょっと可愛いなと思うことが多いです。普段そういう服じゃなくてもいいんですけど、家でゆっくりしている時とか、あとは友達の家で飲みに集まろうよみたいな時にそういうダブダブした服を着ているとなんかいいなという風に感じます。でもそういう人が結構ぴったりな服を履いていたらそれもいいな、なんか何でもいいのかな。例えばみんなで一緒にレストランへ行ってお金を払う時に、みんなで一緒に払わなくちゃいけない時は友達と一緒にお金をどうやって払うか決めますよね。その時に友達に例えば1010円ぴったり持ってるという風に聞くことができます。そして友達もちょっと今ぴったりないよとか、あとは1010円ぴったりあるよとか、そういう風に使うことができます。あとお店の人も返すお釣りがたくさんになっちゃう時は、すみませんがぴったりありそうですかという風に聞くことがあります。今日勉強したぴったりは数とかサイズとか時間とかに使えて、すごくいろんな場面で使えるので覚えておくと便利です。 I really wanna know what time you will come if we are going to meet up at 1 p.m. for example. So let me know in the comments. 皆さんありがとうございました。気づいた人もいると思うんですけど、髪の毛切ってきました。昨日切ってきました。だいたい車で15分ぐらいなので、車でそこへ行って、でいつも髪の毛を切ってくれる美容師さんがいるんですけど、今日はどうしますかって言われて、僕は短いのがいいですねって言ったら、なんか3ミリくらい、すごいなんか涼しいし、あとチクチクする。あとはいつも前髪を下げてるんですけど、前髪を少し上げて、それで、家に帰ったらお母さんになんか韓国人のアイドルみたいだねって言われました。確かに言われてみると、なんか韓国の今かっこいいアイドルはこういう感じの髪型にしている気がする。ですので次からこのチャンネルは韓国語のチャンネルになります。アニョハセヨ。ちょっと韓国のメイクとかもやってみようかな。なんか面白そうだと思うんで、機会があったらやりたいと思います。ちょっと下でご飯を食べてくるのでまた会いましょう。バイバイ。